はい、こんにちは。IT インズラボです。ですね、マイクロビットでタイマーを作ってみようっていうシリーズの6回目ですね。今回はですね、作ったタイマーをストップウォッチみたいな感じにちょっとカスタムしてみようかなと思ってます。ちょっと計画としてはですね、この A ボタンを押すと、タイマーが走り始めて、B ボタンを押したときに、何秒経過したかっていうのをここに、表示するような形にしてみようかなと思ってます。とは言いつつですね、まだちょっとプログラムどんな風にするかあんまり考えてないんですよね。タイマーはそのままで大丈夫だと思いますね。で、最初の初期化もいらない。この変数はいるかな？この変数、分がいらないな。分がいらないのでちょっと置いときますね。で、タイマーの終了と起動は、とりあえずそのままでいいか。このアイコンを表示もつけとくか。タイマー開始したときに表示、タイマー終了したときに消すにしよう。そうじゃないな。タイマーを終了したときっていうのは、その数を表示しなきゃいけなくて、経過時間の変数が欲しいな。はい。やってみようかな。開始時間はあるんで、経過時間の変数が欲しいですぞと。言ってみましょう。で、最後には経過時間を、表示するようなプログラムですね。できた。で、はい。タイマー開始したらタイマーを起動して、開始時間をセットして、アイコン、ハートを表示します。で、終了したら、タイマーを起動0にして経過時間を表示すると。なので、経過時間をどこで計算するかですね。経過時間はおそらくここでしょうね。開始時刻から、稼働時間を引くと。なので、どうしようかな。変数、経過時間を、これにすると。よいしょ。で、これをずっとしなきゃいけないのか。ずっと測ってて、この経過時間が、違うな。タイマー鳴らさなくていいから、これしなくていいな。経過時間をここに入れながら、タイマーが、そうだ。タイマーが起動してたら、経過時間を計測し続けるっていうことでOK かな。よし、やってみましょう。で、A ボタンを押したら測り始めて、B ボタンを押したらタイマー終了っていうのを作ってないじゃないか。はい、ここに B ボタンを、B ボタンを押したら、関数タイマー終了を呼び出しましょうと。で、タイマー終了したら起動がオフになって、時間表示ですね。はい、行ってみよう。はい、A を押したら測り始めて、B を押したら、来ました。1851。なんと、これちょっと分かりにくいな。秒数的には1.851秒なので、よし、割り算しましょう。出てくる表示がミリ秒なので、1000で割ろう。はい、これで、ミリ秒を普通の秒に直せますね。よっしゃ、行ってみましょう。測り始めて、止めたら、はい、2.32秒。ということですね。やったぜ。これでストップウォッチの完成です。で、あとはですね、例えば、ここに対して、ですね、なんだ計算。違うな。秒を表示した後に、例えばですね、文字列。これで、1.2 秒とかだとの秒はちょっと表示するのが難しいんで、英語で書くとセックですね。セカンドなので、これでちょっとかっこよくなるんじゃないかな。ドーンってやって測って、はい、1.48セック。まあ遅いけどいい感じですね。はい、じゃあこれでストップウォッチ完成です。